すぎ。なんだこれ、汚いな。とりあえずこれで髪の毛とかほこりだけは取り除くことができました。今度はこのカビハイターを巻いていきたいと思います。ラップを貼ると。こうなることは予想できたな。予想できたな。不器用か。このまま30分間放置します。では30分経過しましたので剥がしていきます。全然残っとるね。このガラスの部分はこのクレンザーを使って落としていきたいと思います。こう傷がつく系のものには使っちゃいけないらしいんですけど、これはねもうザラザラだからね、ほぼ傷ついてる、そういう状態です。こういうザラザラの面には多分適してると思うので、クレンザーをこのたわしにつけて、おお出しすぎでしょ、絶対に出しすぎた。ちょっとよし、一回洗い流してみる。前に比べたらだいぶ向こう側が透けて見える感じ。ガラスの白い水垢は結構クレンザーで落ちました。綺麗。おお、これはちょっと感動ものだな。これもね、これはもうこすんないと取れないんじゃないかな。ちょっとヘラを見つけたので、これなんか専門家の人が見たらきっと「あんた何やってんの?」ってなるかもしれないんですけど、もうね、もうこするしかないのよ、ここまで来れば。こするとちょっとずつ取れてんだけど、多分ねこのやり方はね良くないと思う。これ業者の人にやってもらった方がいいやつじゃない？本当にこれもう最終手段。マイナスドライバー。スイカが傷ついてる。やばい、これ怒られちゃう。怒られちゃうよ。傷がつきましたけども、まあ最初よりはマシになったかなっていう感じだね。これはね多分ね
多分丁寧な人がやったらこんなに傷つかないと思うんですけど、ちょっとね今回やったのがねとてもガサツな人だったので、ちょっと傷がついちゃいました。これね後々怒られそうですね。怖いです遠目すごい綺麗ですからね、遠目のイメージが大切かなと思いますけど、違うかな。これはねこびりついた汚れはあんまり落ちませんね。細かいところには適してるのかなって思いますね、これね。